こんにちは、東北キリタンです。チェス、タクティクス解説の2回目、始まります。B チェスのタクティクス問題で、白先手の局面です。動画を止めて、まず、ご自身で、この問題を考えてみてください。それでは解説に入ります。はじめに、ボード全体の駒配置をざっと見ます。次に、手がかりを探していきます。私が気づいた手がかりは、E ファイルに並んだ4つのコマ。ルーク E1 とするとどうなるか。ルーク A8 が守られてない。ビショップ B3 がポーン F7 を攻撃している。ビショップ C1 がポーン H6 を攻撃している。ビショップ E5 がポーン H2 を攻撃している。他にも気づくようなことはありますが、はじめに気づいたことはこれぐらいだったと思います。続いて、チェック、キャプチャー、スレッドの手を見ていきます。チェック、キャプチャー、スレッドについては、第1回の動画で説明していますので、まだご覧になってない方は、そちらもご覧ください。チェックする手は、ビショップ、テイクス、F7、クイーン、テイクス、D7 の2つです。駒を取る、キャプチャーの手は、先ほどの2つ以外では、ビショップ、テイクス、H6 です。相手に脅威を与えるようなスレッドの手は、クイーン D5、ビショップ D5、ルーク E1、ポーン F4 の4つが気になりましたが、他にも確認したものは、クイーン D3、クイーン C2、クイーン F3、クイーン G4、クイーン H5、ポーン F3 など一応確認してます。初手が多くあるこのような状況は途中で混乱しやすいですが、とりあえず順に確認していきましょう。ビショップ、テイクス、F7、チェック。クイーン、テイクス、D7、チェックは駒損で、駒を取る手のビショップ、テイクス、H6 も駒損です。よって、スレッドの手を見ていきます。先ほど述べた4つのスレッドの手を1つずつ確認していきましょう。各候補手を深く読んでいくと時間がかかるため、まずはある程度先まで読むことにします。クイーン D5 は、ルーク A8 と、ナイト E4 にフォークがかかりますが、ルーク B8 に対し、クイーンテイクス E4 とすると、ビショップテイクス H2 チェックでクイーンを失います。説明の都合上、コマを動かしていますが、先の局面を読むときは、すべて頭の中で考えなければなりません。初手、ビショップ D5 は、同じくフォークがかかり、今度は、などと読みました。実際どうなるかは、もっと考えたり、問題を解いた後に、コンピューターの分析を見る必要があります。初手、ビショップ D5 は、とりあえず良さそうです。初手、ルーク E1 は、最も気になった手で、F5、F3、クイーン C5、チェック、ビショップ E3 で、有利を得られそうに思いましたが、それ以上は考えませんでした。初手、ポーン F4 もいいのでは、と思いましたが、白のルークと黒のナイト、ビショップとの交換となり、悪くはないですが、良いという感じでもありません。そこで私は、初手、ビショップ D5 を選び、黒の応手を考えてから、ビショップ D5 としました。初手、ビショップ D5 に対する黒の応手については別動画で説明しています。この動画の概要欄にリンクを貼っていますので、そちらをご覧になってください。このタクティクス問題としては、ビショップ D5、
ルーク B8、ビショップテイクス E4 で正解ということで、あっけない感じでしたが、実際にはいろんなことを考えられる問題でした。せっかくですので、先ほどの候補手について、もう少し見てみましょう。初手、ルーク E1、F5。ここで、私は F3 を考えましたが、コンピューターの分析を見ると、クイーン H5 チェックとする手がありました。ちなみに F3 は握手のようで、ここまで読むのは実際難しいですが、ご参考まで。リーチェスのタクティクス問題は、問題を解いた後、右上のところを動かすと、コンピューター分析を見ることができ、大変便利です。気になった手など、確認することができます。問題はここで終わりましたが、その先を見てみましょう。クイーン H4。私は G3 を考えましたが、F4 が最善手のようです。多くの問題を解くことももちろん有効ですが、このようにいろんな変化について考えたり、コンピューターの分析を見ることも、読みの能力を改善させることに役立つことでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。